こんにちは。誰でも Python チャレンジです。はい。前回の続きですね。はい。前回ははい、カオスゲームで最適接触。まあ、前回密接触って書きましたけど、最適接触の方がいいですね。オプティマリーパックとレギュラーポリゴン。最適接触ペンタフレークというのを書いていました。はい。そこで R が、まあ、キッシング比ですね。黄金比に等しい時にきれいに接触するということを示しました。はい、そうですね。まあ、コードとしてはこんな感じで、この R イコールルート5マイナス1を2で割ったものというふうにする。これが、まあ、キッシングレーションなんですが、この時にぴったりここがキスしているような状態になる。これよりちょっと大きかったら離れちゃうし、ちょっと小さかったら重なってしまうということが示しました。はい。で、まあ、最後、そうですね。その R がこの式、ここの Wikipedia に出ているこの式であることを確認したんですが、ついでにここでだからサイン18度がこの値であることもついでに確認しました。最後、これちょっと宿題というかやらなかったんですけど、できますでしょうか？一応ちょっとだけ説明しましょうかね。ここで θ イコール18度として、θ イコール18度として、はい、まあいいですよね。ですから18度っていうのは、90マイナス36度が72度。これが3シータですから、結局両辺の、サインを取ってやると、サインにシータ36度イコール、サインの、まあ、90度マイナス、3シータですね。で、これは、まあ、コサインの値に等しいので、コサイン3シータに等しいと。左辺については倍角の公式を入れると、2サインシータ、コサインシータになりますね。右辺については、3倍角の公式を入れます。そうすると、4コサインシータ、の3乗、マイナス3コサインシータですね。まあ、コサインシータは0ではないので、両辺コサインシータで割ると2サインシータになりますから、2サインシータイコール4コサイン二乗シータマイナス3ですね。で、コサイン二乗っていうのは1マイナスサイン二乗ですから、4の1マイナスサイン二乗シータマイナス3ということになります。で、これをばらして、x イコール、サインシータと置くと、これ、まあ、簡単に出ます。そうすると、結局二次方程式が得られて、4x 乗を、プラス 2x ですね。左辺、こっちに持ってって、こうなって、こうなって、4-3ですから、マイナス1。はい、こうなって、これから、これ、また x が正の範囲で、要するにシータ18ですか、x。解くと x イコール、4マイナス、4分のルート5マイナス1ということで、前回と同じ結果になるわけですね。これと同じ結果になることがわかりますから、以下同じだということになります。はい。これが前回の、まあ、最後のところでした。ここですね。はい。じゃあ今回は、この続きで、さらに n が5より大きい場合について、最適接触 n フレークを書いてみたいと思います。はい。例えば六角形の場合、このページを見ると、はい。六角形の場合は、はい。まあ書いてあります。0.667。まずこれでやってみましょう。これ実は3分の2ですよね。まず3分の2で書いちゃいましょう。結局これを、まず、これペンタフレークはいいですね。前回こういうふうに綺麗に、ケイオスゲームが書けるのが分かりました。じゃあ、これは止めて、Save as で、L109 の、はい、L410 の、そうですね、N フレーク、N フレーク、カオスゲームというふうにやりましょう。となると、ここをまず、まず N を6にしますね。もう簡単です。そしてここの R の値を3分の2にします。2割る3。はい、これだけです。ちょっと私の発見したところ、少し R を小さくした方がいいので、まあ、250にして、
ポジションも、少しだけ、そうですね、マイナス200ではなくて、マイナス100、100ぐらいにした方がいいようなので、マイナス100にして、はい、これでやってみます。はい、よいしょ。はい、綺麗な、いいですね。これ、綺麗に、外側も綺麗に接触、キスしてますし、一箇所だけでキスしてますね。これ以上近づけたら重なります。内側も綺麗にキスしているのがわかります。よろしいですね。はい。これ、まあ、いいですね。ですので、これは、R が667の時。はい。これどうなりますか？計算してみましょうか。R が N は6ですから、この式ですね。つまり、1プラスサイン6分の π 分の1。あ、これはもうでも、まあ、数学やってる方はすぐわかりますよね。はい。サイン6分の1っていうのは、当然2分の1ですから、ここに2分の1を入れれば、R の値は3分の2になることがすぐわかると思います。はい。ので、これは結構です。いいですね。はい。ということで、六角形の場合、綺麗な、まあ、なんと言いますか。これですから、ヘキサゴンですから、ヘキサフレークが書けるのがわかります。じゃあ、この調子で、より大きな数もやってみましょう。次は何でしょう。まあ、変えればいいだけですね。はい。頂点数 n に応じて奇数比 r を変えたバリエーション。まず、ヘプタフレーク、七角形ですね。七角形は、はい。この値を入れます。もうこの値はちょっと計算では求まらないので、この式で7はここですね。奇数の場合ですが、これにサイン14分の π になります。じゃあ、それ入れちゃいましょう。まず、まあ、今の値、それほどやらなくていいですね。今度は七角形です。七角形にして、他はいいですね。そして R の値は今回3分の2ではなくて、まあこれ取っときたい人は取っときてください。はい。じゃあ、これをコピーしてコメントアウトしましょうかね。はい。R、これがヘプタフレークの場合、ヘキサフレークの。で、この場合は、まあマスを入れますね。インポートマスをして、で、R の値を計算します。何になるかというと、はい、先ほどありましたように、1マイナス、はい、1割ることの、1分母が1プラス、マスドットサインのマスドットパイの、割ることの7でいいわけですかね。まあ、はい、ここで、あ、まあ、14で割った方がいいですか？ 2 倍して14ですね。はい。なので、その通りやりましょう。ここの前に、まず2倍をつけて、はい。2倍の、マスドットサインの、7割る2ですね。はい。これでいいと思いますね。2n で π で。これでいいですね。まあ、ここに nn を入れときますか？まあ、7の方がいいですか？はい。まあ、これでいいですね。じゃあ、これで綺麗に書けるかどうか確かめてみましょう。はい。綺麗に七角形。しかも、もうちょっと小さくした方がいいですが、綺麗に接しているのがわかりますね。もうちょっと小さくしますか？じゃあ、200にしちゃいましょう。はい。綺麗に七角形が、接している。ここ1点だけで接してますよね。結局、まあ偶数の場合と奇数の場合とかなぜ4の倍数と違うかっていうと、どこが接するかですよね。五角形の場合とか七角形の場合、ここだけ一番長いこの辺で接するので、ここの円の長さから求める、円の半径から求めることになります。八角形、次に書きますが、八角形では2箇所で接するので、このそれに応じた R。それから、8、4の倍数以外の偶数角形では、まあ、1箇所で接するので、まあ、それに応じた長さというふうに計算して、キッシング R の、周長を決めることになります。はい。じゃあ、まあ、続きやっちゃいましょうか。ヘプタフレークが書けました。じゃあ次、オクタフレークもやりましょう。オクタフレークは、はい、この値ですね。
4の倍数ですから、これです。タンジェントの8分の π です。これもやっちゃいましょう。まあ、やりゃいいですね。はい。これが、先ほどのが、これが、六角形ですね。N、ヘプタ、これが六角形。これが七角形です。はい。じゃあ、もう一つ、これもコメントアウトして、もう一行いたして、七角形は、まあコメントアウトしなくてもいいんですけど、はい。1プラスタンジェント n 分の π ですので、マスのここをタンジェントにかけて、それから2倍しないで、で、nn ということですね。nn 分の π。タンジェント n 分の π ですね。はい。こういうふうになります。あ、そうですね。そして、もちろん n を8にしなければなりません。はい。じゃあ、これでやってみましょう。8にして、はい。走らせます。はい。いいですね。綺麗に、八角形が、接している。そして、はい。このウィキペディアと同じように2箇所で接していますね。それに応じて、これはこのように、綺麗な、はい。密接、はい、奇数比がちょうどこの時に、最適接触八角形、オクタフレークができているのがわかります。いいですね。これのようになってますね。はい。まあ、ちなみに、もちろん数学の好きな方は、タンジェント8分の π が、どうなるか。これ、わかると思いますね。まあ、これも、まあ、やりゃわかりますが、数学的な問題ですね。要するに、タンジェントの倍角の方式ですね。つまり、タンジェントの、加法定理と同じですね。タンジェント2シータイコール、タンジェント、2タンジェントシータ1マイナスタンジェント事乗シータですよね。これは加法定理からそのままです。で、もちろんシータを、8分の π とすると、これを左辺は当然4分の π ですから、この値は1になりますね。はい。ですので、あとは、タンジェ、x イコールタンジェントイコールシータと置いてやると、これは、まあ、簡単な方程式で、x 事乗マイナス、2シータ、えーっと、2x、マイナス1ですか？はい。x 事乗プラス 2x マイナス1イコール0からこれで、x は、まあ、簡単に、マイナス1プラスルート2となりますね。ですので、x がルート2マイナス1ということは、先ほどの値、これがタンジェント8分の π ですから、ですから、先ほどの、公式に入れますとですね、はい、この公式に入れますと、1プラスタンジェントの分の1ですから、R は、こうですね。1プラス1マイナス1プラスルート2分の1。つまり、ルート2分の1ですから、2分のルート2ということになりまして、これで合ってるということになります。よろしいですね。はい。ですので、この値は、はっきり言ってこういうふうに書かなくて、ルート2分の1と書いても同じになるわけですから、2の、パース5。これでも、はい、点5。まあ、これでもですね、n イコール8として、はい、かけることになります。よろしいですね。はい。そして、あとは、じゃあ9の場合に行きましょう。はい。9の場合は、これですね。はい。先ほどの7の場合の式と同じで、ここを nn を9にすれば、ノナフレークになります。ちょっとやってみましょう。これで、この、r を変えて、そして、nn が7の場合と9の場合はこれになりますね。そして、ここを9にしますと、ノナフレークが書けることになります。もう少し小さくした方がいいかもしれません。100ぐらいにしましょうか。はい。
はい、こうですね。はい、ちょうど1点で、大の円も中の小の円も交わっているのがわかります。接しているのがわかりますね。最後に、十角形もやりましょうか。はい、デカフレークはこれでいいと思います。十角形 N が10の場合もやってみましょう。N が10になりまして、これは、そっか、先ほどの式と同じですね。まあ、元に戻しましょうか。まあ、いいですね。要するに、N を重視にして、R イコール、先ほどの1、1プラス、上の式を見ながら、1割ることの分母が、1プラスサインの、マスドットサインの、パイ割る20ですね。割る NN ということで、書けると思います。これで同じように、これをコピーして、十角形ですね。はい。これもやってみますと、同じように書けるのがわかります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで、きれいに書けました。よろしいと思います。はい。楽しんでいただけましたでしょうか。いろいろな、最適接触 N フレークのバリエーション、ここら辺にあるものを書けることを確認しました。また次面白いことやりますので見てください。さよなら。